はい、皆さんこんにちは。結構前にね、僕、趣味でキーボードにハマっちゃってるっていうのを言ったと思うんですけど、それがもうほんと今でもやめられなくて。これとか見てください、皆さん。めちゃくちゃかっこよくないですか？これサイバーボードって言うんですけど、ここにね、LED パネルがあって、もういろいろね、こうやって出すことができるんですよ、映像。めちゃくちゃかっこよくないこれ。なんかね、こんな感じで、今でも本当にこのキーボードの趣味がやめられなくて、別にやめなくてもいいのかもしれないですけど、僕ここまでコレクションするっていうのが初めてで人生で、もうこれでいいのかっていう、もうお小遣いを全て、ね、そこに使っちゃっているので、みんなもなんかそういった趣味があったら、ぜひアドバイス欲しいですね。皆さんの意見聞かせてください。今日はシリアスな回になってますよ。みんな今、水面下で世界が戦闘に備えているのを実感しません？ウクライナ侵攻から急激に戦闘モードに入ってますよね。北朝鮮、中国もそのロシアも軍事化をね強化していって、ただ変わろうとしているのは世界だけでなく、なんとここ日本でもなんです。実は今日本は大きく変わろうとしています。1954年自衛隊発足から過去最高の防衛費伸び率の 6.8 兆円加速する緊急事態条項を連携する中国、ロシア、北朝鮮。今日本そして世界は何に備えているのか見ていきましょうか。今日はね結構リアルでシリアスな回になってますよ。みんなで考えていきましょう。2002年12月、日本があることを発表しました。それが防衛費の増額。戦後から発足した自衛隊の防衛費は GDP のだいたい 1% あたりだったんですね。日本というのは戦後から相手を攻撃するための日本軍というわけではなく、あくまで日本の安全を守る防衛任務が目的ですよね。なので今までね GDP の 1% を守ってて、それは特に問題はなかったんでしょうけど、ただそれはねあくまで世界が安全だったの話です。最近世界物騒になってきますよね。コロナパンデミックから始まり、ロシア・ウクライナ問題、北朝鮮の爆発的に伸びたミサイル発射回数、台湾有事、そしてアメリカと中国の緊張ある関係。これはもうアメリカに頼っている場合じゃないと、ロシアのねウクライナ侵攻を見てると、いつか日本もの根こそぎ持っていかれるぞということで、そこで発表したのが防衛力強化の5年計画。なんと5年かけて今までの GDP1% の5兆4000万の防衛費から2% の10兆円に引き上げようということなんです。かなりの飛躍ですよね。そのお金どっから来るのっていう話があるんだけど、今回はねその話ではなくて、第二次世界大戦で体感した戦争の残酷さを、原爆をね落とされた日本は痛感しているはずです。戦後70年 1% でやってきたのが、ここ5年で一気に 2%、 その倍ですよにしようとしているんです。これは大きな変化です。急になんでって思っちゃうでしょ。なんでこのタイミングでってみんな不安に思いますよね。パンドラの箱をね開けちゃった的な。それぐらい今日本は強靭な防衛力を築き上げるために動いているんです。世界の防衛費を見ても分かる通り、年々上がってますよね。もちろん世界的なトップを走るのはアメリカなんですけど、日本は今年過去最高の防衛費となる6兆8219億円。それは何に使っているのか。用途としては2020年から国産で開発し始めた敵の射程圏外から攻撃することができるスタンドオフミサイル。高度なガイアンスシステムを持ち、正確な標準を可能にするため、まるで戦場のスナイパーのように働きます。いや、戦場のスナイパーでそれただのスナイパーなんですよね、チャット GPT さん。そしてアメリカ製巡航ミサイルトマホーク。なんとこのミサイルね3000キロにも及ぶとされているんです。今のね日本はこの一応防衛が目的なので、そんな遠くまで飛ばすものは持っていないんですね。なんとこのトマホーク、日本から3000キロとなると、この範囲ですよ。余裕で中国、北朝鮮、ロシアの領土に届いちゃうんです。超高性能で戦場の精密なダーツと呼ばれていて、正式な呼び名じゃないですよ。チャット GPT がそう言ってるだけです。高度な GPS 技術によって途中でコースを変更することができて、ステルス技術も採用しているんです。多分戦後初じゃないですかね。その反撃できる兵器をね日本が手にするのは、これを500発も日本はね購入することを契約しているんです。もう防衛だけじゃなくて確実に反撃できる準備をしていますよね。国産ミサイルの12式地対艦誘導弾の開発、音速の5倍以上の速さで飛行する極超音速誘導弾。典型的な超音速ミサイルがマッハ2以上なのに対して、この極超音速誘導弾はマッハ5以上の速度なので、攻撃を迅速かつ効果的に行うことが可能になる兵器。戦闘機に搭載する巡航ミサイル JSM の取得、イージスシステム搭載艦のための統合防衛ミサイル防空防衛能力の拡張、追撃が困難な兵器に対応できるための改善です。こう見ると本当すごいでしょ。その他にもねいろいろね増強していくんですけど、これを全て可能にするのが SDA
星1号機を打ち上げて宇宙開発にも力を入れているんです。そしてそれらを操ることのできるサイバー領域での人材育成にも育みます。なぜ日本はここまで防衛する必要があるのか、それはね、先ほども述べた北朝鮮、中国、そしてロシアの海洋進出、頻繁に見かける中国軍の艦艇、北朝鮮ミサイルと日本の遺憾砲、ロシアの北方領土での軍事演習、地政学的に見てもかなり過激な国々にね、日本囲まれてますよね。これらのね、国から僕たちをね、守るために、実はアメリカもね、頼っちゃうぐらい、日本はね、結構優れているんです。探知能力。日本人はね、ネチネチした性格でオタク性質なので、ストーキングを得意としていて、いや、そういう話ではないんですけど、裏では感知タイプのね、忍者並みのスキルを実は持っていたりするんです。これら中国、北朝鮮、ロシアの中でもたびたびニュースとなることが多いのが中国の日本領海においての無断侵入ですよね。日本がストーキング性質だったら、もう中国に関してはもう純粋なバッドマナーですよ。これも国民性の話なんですけど、主に尖閣諸島周辺と屋久島沖、2022年だけでも尖閣諸島周辺で28回、屋久島沖については中国海軍所属の測量艦が合計5回行き来しています。今年2023年2月12日にも中国の測量艦による領海侵犯が確認されています。この2つのうちみんなね、危険な方どちらだと思います？実は意外にもね、その屋久島の測量船なんです。なぜなら中国はアメリカのね、戦いに備え太平洋に進出できるルートを開拓しようとしているかもしれないからなんです。中国はアメリカに先制攻撃または優位に立つためにどうしてもね、太平洋に出る必要があって、アメリカも中国が知らない間にいつでも米軍基地にミサイルを撃ち込める射程圏内に潜んでいるといったことはね、かなりの脅威になるんですね。ここから中国は必死に太平洋に出るルートを模索しているんです。でもなぜ屋久島沖なのか。中国が屋久島周辺海域を航行する理由は、屋久島周辺の黒潮といった自然現象が潜水艦に有利な海域であるためであるとされていて、まず侵入した潜水艦の探知方法には音波の跳ね返りを利用したアクティブソナー、熱源を探知する赤外線があるんですけど、屋久島周辺海域は黒潮が激しく流れてて、水温がね、急激に変化する環境があるため、潜水艦が侵入しても波の音と潜水艦の音が似ていたり、変音層に潜水艦が入ると音が屈折して探知方法が機能しなくなったりするので、侵入しやすいポイントになっているんです。要は抜け道だと。なので中国は測量船を使い黒潮の変化を観測し、より侵入しやすいポイントを探している可能性があるんですね。ただここで日本だからこそね、優れているある技術があって、それはね、地震をね、探知する技術、それが優れているから中国が安易にね、その太平洋に進出できなくなっているんですね。日本は太平洋東北ケーブルセンサー網という海底ケーブル網を活用してて、これは九州、沖縄、東シナ海、尖閣諸島周辺、台湾沖に至るまでの海底に敷かれており、地震や津波に水流、水圧、傾斜、時期、音響などの変化を感知することができるシステムなんです。その性能はなんと海面に落ちた1円玉でも感知できるほどなんです。海でおしっこもできないわな。なので潜水艦のスクリュー音や船体の時期も感知できるんです。日本はこの太平洋東北ケーブルセンサー網を約30年かけて日本、アメリカ、カナダ、フィジー、オーストラリアの間に広げていき、それに加え日本は冷戦時代から水中固定超音機というね、装備も持っていて、詳細は秘匿になっているんですけど、1974年には対馬海域や津軽海峡の海中に設置されていることが国会答弁で分かっているので、この整備は開発された際の型番の発注が今でも続いていることから、おそらく今現在でも使用されていると予測されているんですね。さらに日米共同で設置された海底ケーブル網ソーサスを活用することで潜水艦の音響監視を行っています。こんな感じで、実は日本ってその隣国に対して結構ね、その鉄壁を張っているんですね。今日本の軍事力を見てみると、このサイトはね、世界では8位となっているんですけど、なんとこの5年で日本が防衛力を強化していくと、アメリカ、中国ときて、なんと日本が3位にまで上り詰めると推測している専門家もいるんです。こりゃ世界も反応するわね。反応するわな。そして今この日本が武装していく中、これに拍車をかけるような、どんどんね、緊張感を高めるような議論が今政府の間ではされていますよね。それが緊急事態条項。この緊急事態条項とは、政府が緊急事態を宣言し、通常の法的手続きを一時的に停止して国家の安全や公共の利益を保護するため特別な措置を講じることができる法律のことを指します。主に緊急事態とは自然災害、テロ攻撃、公衆衛生上の危機など、今回のパンデミックみたいなやつですよね。これらの予測できる様々な緊急事態に対応するために、一時的に国家政府に権限を持たせるというものなんです。日本ではね、3.11 東日本大震
災のね、災害時に発生した福島第一原子力発電所の原発事故が議論され始めた要因の一つです。もっとね、スピーディーにね、政府が行動できてれば、もしかしたら状況が変わったかもしれない。パンデミックでもね、世界各国が本格的なロックダウンをする中、日本はね、そこまでね、政府は権限持ってないから完璧にはできなかったみたいな感じで、もしこの法律が通れば、政府はもう絶大な権力を握ることになる。どうこの説明聞いただけでも陰謀論者たちが喜びそうなテーマですよね。そう言うと、1789年から2013年までに制定された約900もの憲法データを分析すると、フランス、ドイツ、イタリア、スイス、スペインなどの世界の 93.2% の憲法に何らかの緊急事態条項が含まれているんです。いや、結構そうなんですよ。普通のことなんですよ。世界ではむしろこのね、法律が入ってない方がおかしいぐらいなんですね。ただそこに落とし穴があるのかもしれない。みんながやってるからっていいわけではないかもしれない。実際に歴史を見ると、ドイツではヒトラーが権力を行使して完全独裁国家を作り上げてアウシュビッツのね、非道な出来事がありますよね。トルコでは2016年のクーデター未遂事件を機にエルドアン大統領が緊急事態条項を行使し、5万人以上の政府議員が拘束されたり、2022年にはパンデミックでワクチン接種義務化に反対するデモへの対抗措置としてトルドー首相が緊急事態条項による国民の銀行口座の凍結を行ったり、このようにね、もうかなりね、その政府の思い通りにできちゃうので、ちょっと恐ろしいは恐ろしい。で、この動画のね、テーマでもある、今世界がね、緊張感高まってきてるじゃないですか。戦争、テロ、パンデミックがいつ起きてもおかしくない状況。ここで政府が急いでそこにね、対応しようとしてるんですね。ただだからこそ、急いだからこそ、そこでいろいろ危惧されてることがあるんです。いくつか例を挙げると、兵役の義務強制、通信の秘密の消失、知る権利の略奪、言論の自由の封殺、ワクチン接種の強制、預金封鎖と財政没収、これらがあります。メイン動画を見た人ならわかると思うけど、預金封鎖とかがね、含まれているのがなんか意味深だよね。なので極端なことをね、この場では言っちゃいけなくて、この法律に関しては必要は必要なのかもしれないけど、その様々なシチュエーションに応じてどう対応するかっていうのを細かくね、設定していかなきゃおかしなことに発展しちゃうということらしいんです。ここで去年12月に2チャンネルに現れた余地ができる第3次世界大戦について詳しく話せるけど何か質問があるって知ってます？軽くバズっていたので、どうやらね、興味深いらしいのでちょっと紹介していきますね。この投稿主はあくまでね、僕たちと同じ世界線を生きてるんですけど、たまたまそのちょっとね、未来をね、予知することができるそうなんです。彼の見えた世界というのが、本格的な開戦は2026年。日本の敵対国は中国、同盟国はアメリカ、台湾、インド、一部東南アジア諸国。先制攻撃は日本からする。嘘ーんって思ったかもしれないけど、今回の動画見たら、いや、嘘じゃないのかもしれないって思えちゃうのか恐ろしいよね。核は使用されたが日本には投下されない。沖縄に侵攻される。結果的には日本が勝った台湾有事は2024年。結構ね、ありえそうなことをね、予知してて、そこはちょっと恐ろしいんだけど、ただ結構ね、ぶっ飛んだ主張もしていて、その時の首相は誰？小泉。国内殉教者は3000人ほど。核を使用された地域は地獄絵図。沖縄、九州に着弾する。本土上陸はない。核を使用したのは中国とインド。あとは中東で小型核が使用される。台湾は日本での初の州。住んでいる人は文化や人種的には変わらず台湾人扱い。しかし台湾併合によって日本は経済的に発展した。と結構ぶっ飛んだことが続いていて、それ以外にもね、どんどんスレは続いていくんですけど、その紛争のきっかけとなったのはやっぱ台湾有事だって言うんですね。つい先月、中国が軍事演習で台湾包囲の訓練をしていたりするので、ここはね、冗談じゃなく間違いなくね、そっちに近づいている感じはありますよね。そして今回ね、日本がその防衛費を 2% に上げようとしているのは、NATO の存在が結構大きくて、NATO は各国の防衛費を GDP2% を目標に掲げているので、その基準に日本も合わせにいっている感じ。先ほどの2チャンネルのスレは本気にしないでくださいね。あくまでこれはエンターテインメントで、みんなでね、その未来について予測するきっかけに過ぎないので、どうでしょう皆さん。このね、今世界でも注目されている日本の武装化、戦後続いた体制から大きく世界、そして日本が変わろうとしている。もちろんね、脅すつもりはないですよ。なるようになるので、この世の中っていうのは、ただね、みんなが意識的になって、この少しでもね、世界、世の中に起きていることをちょっとでもね、注意を向けることによって、もっとね、より良い世作りができるかもしれないので、そこら辺を皆さんの意見をどんどん聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。